にちは。今回は日々は過ぎれど飯うまし第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。食べる前に取ればよかったのに。これ食費は分け合ってるの。しかしめちゃくちゃ金かかる部活だな。物と日々飯と雑旅が同じ要素多くてごっちゃになるわ。このゆるいのが大学のサークルっぽい。キャラが可愛くて飯がうまそうってだけで中身が薄い。だがそれがいい。大学生が主役で男出さないのは不自然やね。ちゃんと料理してるポンの道って解釈でいい。うちの大学も夏季現金だから電気調理器具で鍋やってたぞ。このジムのお姉さんが一番可愛くね。事務員さんが一番可愛いとかどういうアニメなんだよ。前期も受付が一番エロいアニメあったじゃん。事務員さんクール系美女でたまらん。事務員さんが一番可愛い。大学の事務員とかすげえ気楽そうで羨ましいわ。大学職員って倍率高いけどホワイトなイメージだわ。就活で何個か受けたけど全部ダメだったが、ほぼコネ枠で埋まるぞ。大学の友達がなってたけど時期によっては死ぬほどきついらしい。まあ給料はいいみたいだけど。事務員さん顧問ポジか。ジムさんがなんかやからエッチな雰囲気かましてる。まさかこのアニメが割烹難民救済アニメだったなんて。大学生ってなんか変わったことしてやろうって人多いから、キャンパスの屋外で料理してる人とか本当にいるよね。ずっと引き続けるのはすごいな。普通にうまそうやん。ちゃんと活動しててくさ。材料費だけで2000円超えそうやな。匂いで物質から他の部のやつでできそう。フライパン一つで作れる量じゃね米が高級食材になっちまったからな。本来の立ち位置に戻ったと言える。100% 白米を庶民が自由に食えるようになったのは戦後からだろうしな。このアニメはなかなか面白いんじゃないでしょうか。ピラフって先に生米をバターで炒めるよね。これは単なるカレー炊き込みご飯じゃ。ビリヤにもただのカレーチャーハンになってることが多い。スパイスと米を乗せて混ぜてだから本来はムラができる。調理シーンに入るときに勝手に脳内でカッポーという掛け声がかかる体になってしまっている。太ももがエロいのは良いと思います。あとテンポが良い。庭になっていろんなキャラの特徴とか分かり出して面白くなってきたな。ゆるキャン、特にノークルサイドといろいろこうむる気もするが、これはこれでよしな気がする。そしてこのままドラマチックな展開とか訪れずに終わりそう。いやあったら逆に批判が来そうなタイプだよねこれ。典型的なこういうのでいいんだよというアニメ、モノとメシ今連続で見れる土曜は最高だわ。事務員さん出れそうで出れない。あとちゃっかりおしんこのダミーサークル見破ってたという。最初の申請時点から気づいてたのかな。ノリがまんまのんのん日和だな。10年以上やったらそらしみつくよ。最近はカルトややりさん問題で現実も結構厳しい。何やってるか学校側が把握してないとか怖いからな。そうだよね。学生アパートなんかも数人で集まって飲んでたらサークルの活動場所にするつもりじゃないよね。で、大家さんが何回も詰めてきたりしたことあったな。ゆるキャンよりゆるキャンしてるよ。ゆるキャンのようなアニメが2つ続くとは。ちゃんと飯アニメしてるな。思いっきりゆるキャン。料理まずく作れるやつなんていんの。料理の記録取っとけよ。あっと先生、なんでゆるキャンにこびたんや。大学生アニメ時々やるけど何を専攻にしてるんだろう。いや、良いアニメだ。素晴らしい。視聴者が望んでるのは1話の美少女版孤独のグルメだと思うんだが。文系大学って暇だからな。最近の漫画やアニメは JK から女子大生に設定上げてるの多いのなんでだろう。コンクラか。庭は物より良かったわ。面白いな。週末の癒しだわ。オリジナルなのにキララアニメっぽいな。ジェネリックゆるキャンだな。事前の予想と違わずこの1時間やはり強いな。サークル少しは活動料にするようになるか。飯作って食ってるだけで終わった。本気最高がこれかある魔女か迷う。ギスギス展開とか始まったら許さないよ。これアニより原作あるん。
ない。のんのんびより描いてた漫画家がネーム漫画切ってるけどね。コミカライズはある。1話は不安だったがこれなら見れる。5人目がいないな。久しぶりに良い PA じゃないか。キャラ原案がストーリー原案やってるだけあるな。これさんは構成にしてカップを3回くらいやらないと寝そうになる。最速が ABC のアニメナイト枠だからね。この日々飯は同胞 PA ワックスさん、4年ぶりにオリアに打てる。 PA はいつも最後で失速するから油断ならん。 PA のオリジナルで白箱ぶりに面白いかもしれん。飯うまもの今期ゆるキャンをくね。夏旅も入れてやれ。エロ可愛くてなかなかいいアニメだ。飯テロやけど。これ尺ちょっと短いんだよね。25分。ヒカ、ツツジ、クールで独特の感性の持ち主。周りのことをよく観察しているが、ハプニングが起きるとパニクる。2歳の頃から始めたウクレレが特技で、全国大会を8連覇している。バケモンだバケモン。こいつだけのスピンオフみたい。8連覇は草。ウクレレってそんなに競技人口少ないのか。まこちゃんが俺の中で今季ナンバーワンヒロインだわ。可愛いし料理上手だしおっぱいも大きいし。今期はリリちゃんかうみちゃんがいいな。ゆるキャンよりゆるキャンしてるアニメがこれと雑旅やんけ。ふい1時間だった。いい気分で寝られそうだぜ。飯の後は小市民でスイーツだもんね。日常系が1本もなかったりすることもあるのに今期はやたら恵まれてるな。動画撮って配信でもすれば活動記録にならないか。料理作がしっかりしているな。カレー味はだいたいうまい。チーズは暴力的だ。米は贅沢品なんだよな。火を使うのに毎回許可取るとなると大変だな。料理するしエナドリ飲むし女の子ばっかりだし、モメンターリリーの続編と言っても過言ではないな。クレアちゃんが一番の良識派っぽいよね。昔なじみのナッツンよりもこっちと仲良くなってるのが何か良いな。キャスト的におしんこよりも俺でダメだった。食べ歩きするのかなと思ったら自分たちで作る系なのか。ピラーはトルコ発祥の料理でうんぬんとか研究すればいい。主人公はクレアちゃんと仲良さそうだし、後から入る子は羊ちゃんの友達らしいし、おしんこがはぶられそうな予感。案外おしんこがいなくなると雰囲気が悪くなったり、おしんこが有り余るコミュ力で自身の汚名を返上しまくってる。確かに今回は掃除も料理もスムーズにできたのは大半おしんこのおかげだな。ダメなとこはちゃんと別のとこでカバーするので嫌なやつ感がないのは助かる。今週はつつじちゃんの良さが発揮されてたな。好きになった。つつじちゃんは RPG の世界だとでかい斧とか持ってそう。キララファンタジアがあればエッチな衣装着させられちゃうやつ。とりあえず事務員さんのチェックのおかげでちゃんと料理サークルとしてスタートできてよかった。あのままだと料理サークルだと思って入ったおっぱいちゃんが気の毒だった。でもまあ流されるタイプだから、おそらくあのままダラダラゲームとプラモ作りながら親作ってるサークルでも友達がいるだけで割と満足しそう。とてもほっこりアニメです。最高っすね。エンディング気合入りまくってるな。こっちのエンディングもゆるいな。エンディング初披露。日常系な感じがいいね。味噌汁とバター。タイトルがすごい。カラオケ風景が楽しそうすぎていい。人とカラオケ行きたい気持ち全然ないけど、このマネやるためだけに行きたい。土曜深夜アニメ、意地悪だったり嫌なやつが出てこない。平和な女子の部活動が見れるの幸せよね。ダミーサークルってバレつつも無事料理するところまでたどり着けてよかった。ご飯がとっても美味しそうでした。マジで好きなんやけどこのアニメ。サークルメンバー4人ももちろん好きやけど事務員さんがね、ごっつよいですよね。土曜の夜にゆるいの見て一日終えるのいいね。キャラ可愛いし作画も安定してるから安心して見られる。 EA オリジナルアニメなのに余計な要素が全く見当たらなくて、素直に萌えアニメとして楽しめるとか、どんな奇跡ですかって感じだ。妙なシリアスとか発歴とか持ち込まずに、このままいってくれと願ってやまない。食文化研究部の活動内容がダミーサークルとはなかなか良い根性をしていますな。せっかく頑張って準備をしたのに室内夏季現金とはかわいそうに思えたが、野外でカレーピラフが夕食になるとは。この先、
食事とどう向き合うか楽しみなところです。ダミーサークルで始まったところから実態が伴っていく過程を見るの案外好きかもしれん。そうやって向き合う姿が好きなので、大学生の日常×料理でこのままいい感じに進んでほしい。サークルを作ったのならばそりゃあ活動内容チェックがあるよね。てなわけでダミーから正式なサークルへ。食文化研究部最初の料理はピラフ。それもカマンベールカレーピラフだと。とろみのあるチーズとカレーの映像やば。こんなの美味しくないわけないでしょ。明日ピラフ食べよう。ダミーサークルが事務員さんのファインプレー、みよりそし。1話のやりとりも面白かったですし、なんだかんだで見て見ぬふりをして、融通聞かせてくれるローテーション事務員さん好きです。やっぱり今期の日常枠、このアニメが一番好きだ。空気感やテンポにどこかののっぽさを感じる。あと主人公のまこちゃんがかなり可愛くて好き。毎回どんな美味しそうな料理が出てくるかも楽しみですな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。